皆さんこんにちは、木村直樹です。いやー、だんだん最近暖かくなってきましたね。まあでも自粛期間が続いてまして、なんというか、早く外に撮影に行きたいですね。今回はですね、カメラバッグを、白馬のカメラバッグを僕は使ってるんですけど、最初、こういうこのぐらいのね、ポケットタイプっていうかショルダータイプのバッグを、これは S サイズとM サイズと L サイズっていうのがあって、これが L サイズなんですけど、それから、リュックも僕は使ってます。これは出社の時のビジネスバッグとしても使ってます。ここはマックも入るんでね、13インチだったら。で、エレコムのやつとかも使ってたんですけど、こういうちょっと、これはメルカリで買ったんですけど、これ可愛すぎてあんま好きじゃないです。はい。まず、なんで白馬のバッグかっていうところなんですよね。このですね、白馬のバッグのいいところ、もう素材感が全然違います。このですね、革じゃないんですけど、滑らかな、こういう生地なんですよね。少し光沢感がある黒い生地なんですけど、で、もちろんこの辺のファスナーとかも、大きいし、しっかりしてるんで、全然壊れないし、使いやすいっていうのもあるんですけど、まず、この素材感がいいんですよ。で、中にレンズを入れたりするじゃないですか、レンズだっていうの。その時の、この中敷きの素材感もいいんですよ。この、パリパリしてるっていうか、少し合成の、なんていうんですか、なんていうかわかんないんですけど。で、これなんでいいかっていうと、こっちも L サイズの方も開けると、こういうオレンジで、こういうツルツルしてる生地の素材なんですよね。ツルツルしてる素材。オレンジで。色は、オレンジで。レンズとか黒いんで、黒いものが見やすいってところで。このツルツルしてる素材がすげえ大事なんです。なんでかっていうと、このエレコムのやつの中敷きっていうのは、こういうふかふかしてる素材なんですよね。はい。で、これは、はっきり言ってホコリが溜まります。こういうところに、ホコリを吸着させてしまうんですよ。髪の毛とかもそうだし、ちっちゃいホコリ。で、そういうのが、カメラバッグの中にホコリがついたような中敷きがこうやって入ってるとするじゃないですか。そうすると、これがホコリまみれっていうことは、レンズにいつかくっついてしまって、で、いつか、そのレンズの細かい隙間の間に挟まってしまうってことで、レンズの中にゴミとか塵がいってしまうっていうところなんですよね。で、だから、白馬のやつは、ここはツルツルしてる、なんですよ。で、そうじゃないカメラバッグ、ふかふかの中敷きのカメラバッグって結構いっぱいあって、これはツルツルしてるんですけど、これはエレコムのやつなんですけど、これは良くないんですよ。これには使っちゃってるんですけど、っていうところで、まずその素材感がいいっていうのが一つです。で、次に、サイズ感はもう、小さいのと、中くらいのと、大きいのとで、それはどのぐらいのレンズを入れるかっていう、どのくらいの機種と何本レンズ入れるかっていうところで、そのミラーレスとレンズ3つぐらいあったら、このちっちゃいので大丈夫ですね、ギリギリ。で、単焦点を例えば、光学から望遠まで全部入れるとか、2個カメラを入れるとか、そういう場合には、大きめのを入れた方がいいんですけど、その全体のデザインっていうかがもうシックで統一されてて、この素材感がとても良いというところで、僕は白馬のバッグが一番いいんです。好きなんです。外ポケットもちょっとついてて、で、こういうところに入れるのもあるんで、こういうの。適切な、特に困ったことない。SD カード入れてもいいし、バッテリー入れてもいいし、バッテリー充電器を外ポケット入れてもいいし。っていう感じで、細かいところは大丈夫。で、リュックを持ってるんです。で、このリュックもいいです。で、素材感は先ほどのこっちのショルダーと一緒。で、ちょっとここファスナー壊れちゃってるんで、ここまでしか開かないんですけど、開けると、こういう、一番取り出しやすいところに僕はここは、なんていうんですか、こうやって中敷きで、ルームを、これは別売りで買ったんですけど、ルームを作って、細い、これレンズキャップだとか、ちょっと細かいね、露出系とかこういうの、バッテリーとかも。で、ちっちゃい単焦点レンズとかもここには入れちゃって、で、これ取ると、取り出しやすい上の部分にこのぐらいのルームがあると。で、ここだけではっきり言って、ここまではいかないけど、ミラーレスとちょっとレンズいくつかっていうんだったらここだけに入ります。はい。で、ここに、今、ここにノートが入ります。Mac が13インチだったら入る。多分15インチもギリギリ入ります。はい。iPad ももちろん入る。っていうところで、はっきり言ってビジネスバッグとして、
通勤用とか、まあこれから通勤する時代じゃなくなるけど、通勤用とかにもまあ使えるっていうところで、まあバッグ。ここに、三脚を、ペットボトルはここにつくんですよね。で、ここに三脚をこうやって刺す。こうやって立てられる。その三脚も軽いやつだったら刺せるやつ。こういうカーボン製のちっちゃいやつだったら、ここにこうくっつけられるのがついてます。これいいです。こうやってくっつけて。一番いいのが、これ実はサイドポケットが、まあ外ポケット。で、両サイドに、今度は下の方のルームに、ここにあるんですよ、ポケットが。サイドに。で、反対のサイドにも、サイドポケットがあるんですよ。こういうね。で、こういうルームの作り方は、その人によっていろいろだと思うんですけど、僕は、右ポケットのルームには、右のルームには、なんていうんですか、日用品っていうか、こういう、なんていうんですかね、コード類とか、まあカメラじゃないやつをここに入れてます。全部、ごちゃっと。それで、こっち側のルームに、例えばこのレンズと、例えばミラーレスカメラだったら、こういう風に、大きいやつ、まあこれ喫煙用なんで、喫煙用だったら、まあ、こうですね。こう入ると。で、これだって、背負ってて、こう背負うじゃないですか。背負ってて、そのままこうやって、一応取り出せるんですよ、このリュック。っていうところで、このリュックもいいなと思って使ってて、まあ実際良かったです。で、日常的に使ってました。はい。この、やっぱりそのデザインと、この、革っていうか、この質感はもうやっぱ一番いいですね。もう他のメーカーでこの質感のやつないんで、この白馬のやつはやっぱかっこいいですね。もうこれ一択っていうくらいで。で、実はそのキャリーカートとかにつけるときにも、これは、こうやって、キャリーカートにつけられるんですよね。まあそんな感じで、まあこのショルダーバッグと、ショルダーバッグ一式と、こっちのカメラバッグを持ってます。で、これはもう3000ぐらいだし、これも5000ぐらいだし、結構安いんですよね。だからちょっといいやつ、なんだろう、もっと高くていいやつは多分あると思うんですよ、革とかの。とか、マンフロットとかのやつを使う人もいると思うんですけど、まあ、そこまでね、ハイキングとかするわけじゃないんで、僕は。なんで、別にまあ、問題ないかなっていうところで、まあ、シティユースというか、まあ、ちょっと軽微なね、セットなんで、僕の場合は。一眼の時のスタイルは。なんで、こういうのを使ってますと。で、このね、L なんか、実はその、なんていうんですかね、これだけをもう全部レンズバッグにしちゃったりしてるんですよ。で、こうやってルームを好きなように作って、もう全部単焦点1本ずつこうやって入れて、ペリカンのシネマレンズとかはペリカンのケースにこうやって全部単焦点入れてるんです。まあ、それの、こう、スチール版みたいな感じで、ここにレンズ入れて、まあ、使ってたんですけどね。乾燥剤もここに入れて。まあ、レンズバッグ、だから単焦点を全部ゴリゴリ持ち出すときは、もう、これをもうレンズバッグっていう風にしてて、たりするんですけど、まあ、その時の装備の違いで、こういうやつを、まあ、併用して使ってたんですけど、それで、日常ユースとして、リュックか、リュックを買うべきか、それともこっちを買うべきかで、であると思うんですよね。で、リュックに、そのパソコンとか、まあ、筆記用具とか、いろいろドキュメントとか、もろもろとカメラを一体で持ち出すっていうスタイルと、カメラだけをこれに入れて、で、別のバッグを持つっていうスタイルの2つあると思うんですけど、僕が、思うのは、こっちがいいです。カメラ系の、グッズ、バッテリー、充電器、それからレンズとかを全部こっちにまとめといた方がいいです。で、そのノートパソコンだとか他のドキュメントとかは、もうこれはこれで使いやすいんですけど、その運用する時のスタイルとして、やっぱりカメラとなんかバッテリーと他のが同居してない方がいいんですよ。分けた方がいい。で、これで1個持ってれば取り出せるしって思うんですけど、ハンズフリーで取り出せるしって思うんですけど、ここに後ろに入ってると、実は取り出すまでにワンクッションあるんです。こっからここに入れといたやつを取りたいなと思った時に取り出すっていうのは結構実は使ってる時はそれネックなんですよね。本当に速射性を求めるんであれば、もう首にかけてここにもうこうやってかかってる状態で電源だけ入れればいいとか、ポケットに入れといてすぐ出せるとかって、やっぱそっちが一番いいっす。だからカメラはもうぶら下げといて出しといた方がいいですね。スナップとかをもっと瞬間的に撮るっていうんであれば。そうじゃないとここから出す一手間って結構あるんで、だからリュックっ
での運用っていうのは、一回その後ろに手を入れなきゃいけないっていう、その部分、一点によって、速射性が出ないです。はい。だから、その速射性がいらないっていう場合にのみ、リュックで運用してください。運用した方がいいと思います。はい。で、レンズ変えるときとかも、実はレンズが後ろに入ってると、こっから出して、キャップ取って、で、入れて、で、こっちでレンズ取って、で、こうやってガシャってってあって、外で結構、ここでやんなきゃいけないんですよ。で、さもなくば、こう下ろしといて、ここ開けて、ここでガチャガチャやるっていう。で、それはだから一回下ろさなきゃいけないんですよ、もう。レンズ変えるときに。だから、実はバックでの運用っていうのは、バック置いといて、どっかスタジオのとこ、置いとければいいんですけどね。置いといて、こうやってやれればいいんだけど、もっとハンディにモバイルっていうか、もっとこう、そういういとまがない外とかでの撮影では、実はあんまり効果を発揮しないんですね。はい。ただまあ、その一体で入れられますよっていうところはあるんですけど、だから置いとける場所とか広いところとかね、そういうところで撮るんではいいんだけど、実はそこまでね、スピーディーな運用は実はリュックはできないんですよ。で、それに対して、こっちは、例えば、レンズを入れとくじゃないですか、こうやって。で、まあカメラも、まあ入れとくじゃないですか、こうやって。で、入れといて、で、こう、じゃあ、かくってあげましょうって言った時に、じゃあカメラを持ってます。で、撮ってっていうのが実はここでできるんですよ。ここで。で、前でできるんですよ。後ろに、邪魔だったら後ろにやればいいし、これは前に持ってきてこうやってできるんですよ。で、これ早いんですよね。だし、ブロワー入れとけばこうやってピシピシってやって、こう変えてっていうのはできるんですよね。だから、こっちの方が、しかも、なんつうんですかね、こう、うちにいる時にも、まあ乾燥剤とか入れといて、その一式を、例えばその X のレンズと、なんかこのカメラとで、一式でこうまとめとくと、忘れ物がないんですよ。バッテリーとか。とかっていう、そのシステム、撮る時のシステムを全てここにまとめておいて、しかも、その外とかで速射性を求めるときに、別にカメラだけぶら下げとけばいいんで、こうやって外に。で、レンズだけ入れといて、バッテリーもあるし、ここに。全部入ってる。とりあえず。メディアも入ってる。っていう状態にしておくと、なんかなんかのついでに、じゃあカメラちょっと持ってこうかなっていう時に、このバッグだけこう持っていけば、こっちだと、なんていうんですか、ちょっとでかさばるんですよ。ちょっとヘビーすぎるんですよ。もちろん三脚つけたいから、この中に全部カメラだけで入れとけばいいんだけど、なかなかね、そういうこともないと思うんで、ちょっと重いんですよ。で、速射性が実は1個ないんで。っていうので、こっちがいいなっていう。まあそういう、まあ僕なりの回答なんですけど。まあカメラバッグがこういっぱいあって、なので、こうカメラバッグをこう、なんていうんですかね、そのシステムごとにですね、これとかは T3 のと単焦点を全部運用するためのバッグとしてこう入れておくとっていう感じで、そのシステムごとに一個ずつしといた方がいいっていうのがまあ僕なりの回答なんですけど、こっちにもまあ白馬とかあって、これはここにあるのはポケシネ用なんですけどね。まあ今ちょっとあんまり外行けないんで持ち出すことないんで、基本的に全部まあ防湿庫っていうか冷蔵庫に、まあ、全部入れてるんですけどという感じの、まあ白馬のこのね素材感と、あとその中の中敷きのこの素材感はすごいいいです。で、黒でこのデザインもなんていうんですかね、もちろん趣味でもいいし、なんか結構なんていうのかっこいいじゃないですか、これの黒。こっちもね。だから、もちろんその好みで選んでもらえればいいと思うんですけど、どうやって使うのかっていう時に、まずリュックかショルダーかって時の悩んだ時は、まずショルダーにした方がいいです。で、カメラのそのバッテリーとボディとレンズとブロワーとクリーナーとメディアと全部ここにまとめて入れておくっていうことです。こっちに入れておくと、あれどこやったっけとかってなっちゃうんですよ。だから一つのシステム、例えばソニーのアルファで E マウントのシステムを持ってる。で、別で中盤のシステムを持ってると。わかんないですけど、人によると思うんですけど、その時にそのシステムごとに、僕なんかマイクロフォーサーズと、X マウントと、あと EF のシステムがあるんで、そのバッテリーも全部違うんで、
そういう時にそれぞれもうバッグでに入れとくと、それぞれのシステムです。で一式全部入れとけば、いざっていう時にこう持ち出して、しかもそのなんていうの、忘れ物がなくいけるというところで、まあいいかなっていうのと、いざという時に持ち出しやすい、デザインもいいので、このショルダーを勧めます。でちょっとこっちが新しいバージョンで、これちょっと旧世代のやつなんですけど、まあ一応リンク貼っとくんで、もしカメラバッグ買う時は、まあ、この辺を選んでください。でリュックは一旦ちょっと考え直した方がいいです。意外にワンクッションあるんで、まあ、これも結構気に入ってるんですけどね、デザインとしては僕は。だからで安いんですよこれ、シェルっていうやつで、マックが入って三脚つけられて、でこういう電源プラグとか他のところも入れる余裕もあって、ここの上のところのルームには細いもの、露出系とかなんかこうスモールリーグのこうやってネジとかもろもろ入れられるんで、まあいいんですけどね、ケーブルとかね、バッテリー充電器とかね、かさばると思うんで、いろんなもの、フィルター ND と。ただまずはこっちで、例えばビジネスバッグとは別でとかね。でスナップ撮るんだったらもう首にかけとカメラはもう外で、もちろん入れたい時はまあこうケージついてるんですけど、レンズ取ったら入れられるような隙間を作ることもできるんで、でそれのボディキャップリエキャップもなんかこう入れといてね、同じところに。そうするとなくさないし運用しやすいと思います。という感じで、白馬のこのバッグはもうモレスキン並みにおすすめなんで、ちょっともし選んでる時はこれやると僕はねすごいおすすめですっていう感じでした。はい、もしよかったなと思ったら、まあ、これからもですね、もう撮影の仕方、撮影機材、周辺機器、ガジェット、ライフハックなどお送りしてきますので、よければチャンネル登録してください。それで要望ありましたらコメント欄で随時お知らせください。あとはよかったなと思ったらグッドボタンお願いします。それではまた。ちなみにですね、今撮ってるカメラは、ニッコールの 28mm の F2 を買いました。オールドレンズですね。を EF でアーサーミニで、撮ってます。